ということでですね、今からちょっと出かけてくるんですけれども、ここ最近私がずっとやっている、こんな寒い冬でもツヤピカ肌を維持して絶対に崩れないナイン肌レシピをご紹介したいと思います。まずね、今顔をね洗ってきたところなので、こちらの DPC のスージングトナーを使います。化粧水はねもうジャバジャバ使いたいっていうことで、これがね 500ml あって何も気にせずバッシャバシャに使えるトナーになってます。で、重たすぎないのでメイク前にねすごくちょうどいいんですよ。で、あとは刺激もなくってすごい優しいから、私はねこうやってレイヤリングしてたっぷりとお肌に水分を与えてあげます。化粧水はねそんな高いものいらないんですよ。ほとんど水なので。で、さらには私はねこちらのパイオンテックのボリュームトックスのブースターがあるので、これがもうすごいいいじゃないですか。だから化粧水はねちょっとコスパがいいものっていうことでこちらを使ってます。で、これを私はだいたいね3プッシュぐらいしてますね。で、タッ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 ターってちゃんとこうお肌に吸収させてあげます。これだけでもねお肌がこうツヤがねピカピカピカーっと出てくれる感じで、肌にねこう吸収されて張り付いてくれる感じがあるんですよ。トン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 って叩いてあげて、そしたらこちらのパイオンテックボリュームトックスのエッセンスを使います。私はだいたい2プッシュですね。皆さん何プッシュ使ってますか？で、これを塗り広げますね。で、時間が経つと泡が立ってくるから、ちょっとねプシュ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 って吸収されたらなじませていきますね。パイオンテックの今後は次回2月を予定しておりますので、皆さんそれまで楽しみにお待ちください。だいたい3ヶ月周期でねルーティンでこう続けていきますので、皆さんの在庫がちょうど切れるあたりにねちゃんとお届けできるようにしてるので安心してください。同じくヘアのねケマの方も2月に予定してます。で、こんな感じで泡が立ってきたのでこうやって伸ばしていきますね。もうねナインコングは一回足を踏み入れたら抜け出せないと思います。ケマとかパイオンテックとかもうねキュオムの乳酸菌ご購入いただいた方、ナインちゃんのコングが楽しみでなりませんっていうコメントをねすごいたくさんいただいててすごく嬉しいです。キュオムもね3ヶ月周期で行います。これオンマも買ってから今飲んでるんだけど、オンマが超感激してたの。特に便秘の方は本当に感動すると思うし、乳酸菌って腸内環境の改善だけじゃなくって、キュオムは特にねやっぱ免疫アップとか脱毛予防とか体脂肪減少とかもう効果がモリモリなんですよ。だから私もこれ飲み始めてたくさん食べてもなんかね体重が増えにくくなったの。あんまり痩せるとかこういうこと言いたくないんですけど、私はそれをすごい実感したから、マジでキュオムの乳酸菌すごいなって思って、そしたらパイオンテックのボリュームトックスのクリームで締めますね。私はねクリームは本当に少量を伸ばすようにしてます。パイオンテックのボリュームトックス3種ってお肌の真皮層に届くので吸収がねものすごく早いんですよ。だからお肌がものすごく乾燥している方、インナードライの方とかは最初のうちはねちょっと突っ張り感とかを感じることもあります。それはそれだけすごいお肌が乾燥してるってことなんですよ。こう真皮層を改善するときに周りのね細胞とかを刺激するとかゆみが出たりとか、場合によってはね赤みが出る方とかもいらっしゃるので、その場合はねちょっと保湿をしっかりとするように意識してみてください。別の動画でも紹介してるのでそちらご参考にしていただけたらと思います。なんかこちらを使ってやっぱ突っ張るっていう方が何人かいらっしゃって、保湿力が物足りないんじゃないんですよ。他のねプチプラのコスメではそういうことがなかったっておっしゃってる方もいらっしゃったんですけど、それって角層までしか届いてないのと、やっぱりねプチプラなものってオイル成分がね多く含まれてたりするので、塗った瞬間にツヤが出たりするので、あ、すごいお肌にツヤ出てる、あ、潤ってるんだって勘違いする方いらっしゃるんですけど、所詮は角層までしか届いてないのとツヤが出てるように見せかけてるだけなので、実際ね奥になんか全然届いてないんですよ。だけどパイオンテックのこのボリュームトックスっていうのは真皮層に届いているので、奥からねこう改善していくようなスキンケアなんですね。だから使えば使うほどお肌がねどんどん綺麗になっていくのを実感するんですよね。だから私最近さ、久しぶりに会う人に肌すごい綺麗になったねみたいな、前から私はさ言われてたことなんですけど、さらに綺麗になったねってすごい言われるんですよ。そしたらこちらの特製フィルのアイ&フェイスクリームを使います。ちょっとメイク前だから本当にちょっとだけ、ちょっとさシワシワしちゃうと嫌だから本当にちょっとだけ塗って伸ばします。これが特製フィルっていう皮膚科が出しているスキンケアなんですよ。でこれをね本当にちょっとだけ少量伸ばしてあげると、ちょっとねこれが美白とシワ改善機能があるから目周りがちょっとピンとね張ったような感じがしてくれます。そしたらこちらのキュオームの一丁アンプルミスト、これはほらこちらのキュオームの乳酸菌ありますよね。この会社が出してるミストなんですよ。これめっちゃよくって、今私すごいハマってるんだけど、締めに
ちょっと振りかけてあげます。やばくない？どうしたら私のこの肌のツヤ感がうまく伝わるかしらっていう感じなんですけど、このミストがね、乳酸菌が1丁入ってて、この綺麗なツヤ感が出て、保湿力がめちゃめちゃいいんですよ。さらには香りがすごいいいの。ゼラニウムの香りがするの。私さ、結構ね、部屋でアロマを焚くことが多くて、結構ゼラニウムのアロマとか焚いてたんですけど、アロマ系の香り好きな方すごくいい。すごい自然でいい香りがします。そう、ミストを巻くだけで気分が上がっちゃうっていう感じ。そしたら、こちらの、じゃーん、同じく、キオームの一丁酸セラムを使います。SPF50 プラス PA4 プラスです。これね、オンマもすっごい気に入ってたんですけど、酸セラムなので、日焼け止めっぽくないんですよ。だから、本当に美容液みたいな日焼け止めなのね。日焼け止めってさ、ちょっと白浮きしたりとか、突っ張り感があったりとか、結構さ、なんか乾燥するもの多かったりするじゃないですか。これはすっごい伸びがいいの。とにかく美容液みたいな塗り心地ですごーく伸びが良くって、さらにはお肌がね、なんとなくトーンアップしてくれる感じがするんですよね。で、セラムだから保湿力がめちゃめちゃいいのね。こんな感じで。言われなければ日焼け止め塗ってるって絶対にわからない。で、すんごいお肌がしっとりして、これだけですっごい綺麗に見えるんですよ。だからね、私のオンマが韓国にね、来た時に、パイオンテックのクレンザーと、さらにはこちらの3種と、サンセラムを使わせたのね。その後にお姉ちゃん後から韓国に来たから、お姉ちゃんと合流したんだけど、肌すごいピカピカしてるみたいな。化粧してるのって言われたんだって。いつもはオンマってすっごい顔がくすんじゃうからファンデーションしないとすごい顔色が悪いのね。なんだけどファンデーションしてないのに洗顔料とこの3種とこの日焼け止めだけで化粧してるみたいに肌のトーンが上がってすごい肌が綺麗に見えたっていうわけなの。だから私もそこまでみたいなすごいびっくりしたんだけど、お姉ちゃんが見て化粧してるみたいっていうほど顔色がすごく明るくなったのね。特にこのパイオンテックから出てるクレンザーがすごい肌のトーンが上がってオンマがねめっちゃ感動してたんだけど、まあ9コングで全部ご用意しておりますのでご安心ください皆様。はい、そしたら日焼け止めを塗ったらですね、こちらのブリーブリーのセッティングフィクサーを使います。フィクサーってそう仕上げでやるって思う方いらっしゃるんですけれども、メイクの途中途中で挟んであげることでより密着力がねピタッとアップするんですよ。なので日焼け止め塗った後にまず1段階シューッとねかけてあげてください。このブリーブリーがねツヤ感がこういう感じで結構出てくれるようなフィクサーなので、やっぱり冬って乾燥してお肌にツヤ必要じゃないですか。冬にもねすごくぴったりなフィクサーです。はい、じゃあ次9肌レシピ。次はですね、じゃーん、クレドベルのグローパワーリフト V クッション。私はですね21号を使います。23号と21号がありまして、お肌が明るめの方は21号を使っていただけたらと思います。でこんな感じで V って入ってて、これが韓国の女優さん、チャンドンゴンの奥さんのコソヨンさんとか、あとはキムヒエさんですねの女優さんがモデルを務めているブランドです。でこれがリフティング効果があったりとかシワ改善効果があるので、私はねシワはあんまりないからそこら辺の効果はちょっとわからないんだけれども、エイジングしながらできるファンデーションってめちゃめちゃ良くないですか？このファンデーションめっちゃ良くって、私今まで韓国のファンデーションいろいろ使ってきたけど歴代1位です。すんごいとにかく密着力半端なくって肌表現めちゃめちゃ綺麗なんですよ。で私さ厚塗りになるファンデーション本当に嫌いなんですけれども、これは厚塗りにならないの。私は今みたいにスパチュラをね使ってから伸ばしてます。これは本当にお好みなんですけど、スパチュラを使った方がよりね薄く綺麗に塗れるので、クッションファンでもね私はスパチュラがおすすめです。でこんな感じで薄くて肌にピタッとね密着してくれて本当に崩れないし、陶器みたいなすんごい綺麗なお肌が作れるんですよ。でカバー力もそれなりにあってマジで崩れないし、肌表現が本当に綺麗なんですね。ギタギタするツヤ感っていうのは全くなくって、私はね結構上品なツヤ感が好きなんですけれども、まさにその韓国の女優さんのような上品なツヤがこちら作れるんですね。とにかく私これ初めて使った時あまりにも崩れなすぎて本当にびっくりしちゃったの。しかもさエイジングができるファンデーションってすごくないですか？だからこのファンデーションが良すぎて他のファンデーションに手が伸びないんですよ。しかもパイオンテックとかとの相性もバッチリなので、もう今私がやった通りの9肌レシピでそのままやってください。そうすれば本当に9肌作れちゃうので、全ての今後を制覇している方はもうこのままやってくださいね。クレドベルの今後は12月の14日から開始します。で構成がね本当に素晴らしくて、このファンデーションでしょ、キオームの日焼け止め、キオームのミスト、あとフィクサーをくっつけたね、これだけで9肌作れちゃうよっていうまさに9肌レシピの構成をご用意しておりまして、もうそのまま使っていただければもうこの肌作れちゃいますので、しかもね価格がやばいの。こ
これ買わないと本当にバカだよっていうぐらい、言葉が悪いんですけれども、そのぐらいスペシャルなものでご用意しておりますので、ぜひ皆さんお見逃しなく。で、結構ね、コング逃しちゃいましたっていう方が多くて、ハイオンテックとかもね、コングが終わってから通常価格で購入しましたっていう方もいらっしゃったんですけれども、逃さないように私のインスタの方もフォローしといてください。今後ね、ちょっとこうイベントとかも用意しておりますので、YouTube だとね、結構見るまで時間がかかるっていう方もいらっしゃると思うので、インスタならパッと見れるじゃないですか。で、お得なイベントとかも逃さないで済むと思うので、ぜひインスタもチェックお願いします。で、こんな感じで仕上げたら、パウダーはですね、私はこちらのゲランのメテリオットを使ってるんですけど、ここまでね、綺麗なツヤを作ったのに、パウダーで全部消しちゃったらもったいないじゃないですか。で、老け顔にもなるんですよ、パウダーのつけすぎっていうのは。なので、これを私はですね、まず鼻テカったら嫌だから鼻を中心的にまずつけて、残ったのでこう眉周りとか、さらに残ったのでおでこを軽く押さえてます。で、あとはまあ冬だから私結構タートルネックとかマフラーとかつけてこう洋服とかについたら嫌なので、ここら辺をね軽く押さえるぐらいで、絶対に頬にパウダーはのせないです。そうすると老け顔になっちゃうから、鼻と残ったのでおでこ、首周り、フェイスラインっていう感じにしてます。で、結構ね、私のポイントメイクの知りたいですっていう方いらっしゃったんですけど、今日はこちらのボビー・ブラウンのアイシャドウパレットをちょっと使おうかなって思います。いくつか私が使ってるのがあるんですけど、あとはこちらのサンローランとかシャネルのアイシャドウ、私ブルベなのでこういうピンクとかパープル系のアイシャドウを使うことが多いです。今日はね、ボビー・ブラウンでちょっと一旦アイメイク仕上げたいと思います。口にないん。はい、今ですね、ポイントメイク仕上げてきました。で、リップはね、シャネルの店員さんがおすすめしてくれたこちらエンドレスピンク174番のこちらを使いました。これが本当に落ちないよって言われて、ご飯食べても飲み物飲んでも本当に落ちないし、そうティッシュのねメイクアップリムーバーでこうやってさっと拭き取ってもこれでも落ちないでしょって言って見せてくれて、そのぐらいすごい落ちないで有名なリップらしいんですよ。で、色も可愛かったからね、私買ったんですけど本当に落ちない。で、マスカラはねこちらを使います。片方がねまつげ美容液で、片方がまつげ美容液兼マスカラになってるもので、夜はこっちのまつげ美容液を使って、でメイクの時にこっちのねマスカラの方を使ってます。私はねマツパをしてるのでビューラーはしないです。で、マツパー歴本当に長いから周期でね結構まつげが抜けちゃうんですよ。だから今も右と左目でまつげの量が全然違うの。だから今頑張ってこちらを塗ってるんですけど、このマスカラの方がねすごい自然な感じで可愛いまつげになるの。私あんまりゴテゴテしたマスカラ好きじゃないんですけど、すごくナチュラルなねまつげを演出してくれて、綺麗なまつげを作ってくれるので、これすごい気に入って今使ってます。で、そしたら仕上げにまたこのブリブリのミストかけてあげたらナイン肌の完成です。もうこのレシピ通りやっていただければ、このお肌そのままね1日維持できて絶対的に崩れない本当に最強なお肌が作れるんですよ。すっごい綺麗じゃない？で、私がそのシャネルのコスメを買いに行った時も、その BA さんに私が今まで対応してきたお客さんの中でトップ3に入るぐらい肌が綺麗って褒められたの。もう私のこのナイン肌レシピのおかげだって思って、そうますます本当に肌が綺麗になって、私もすごい嬉しいです。で、こちらのキュームのミストは乾燥が気になるたびにシュッ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 ってかけてあげればいいから、メイク直しの時に使っていただいてもいいですし、ちょっと室内乾燥するなっていう時にこんな感じでねリフレッシュも込めて使ってあげるといいかと思います。さあちょっと着替えてきますね。はい、じゃあそしたらこちらのケマのオイルを使います。コングの方ではバームしかまだ販売してなかったんですけど、このねケマのオイルもめちゃめちゃいいんですよ。ケマって本当にどんなに重ねてもベタベタしないんですね。髪なじみもすごいいいし、すっごい綺麗なツヤが出てくれるの。今こういうケープタイプのコートがすごい流行ってて、私も今回ね2着買ったんですけど、こちらのねこんな感じのアウターに、バッグはねアリシャマーシャの今コング中のねバッグを合わせたいと思います。個人的には一番気に入ってるバッグで、こちらがですねビーガンレザーって言って植物原料で作られたレザーなんですね。だから環境にもすごい優しいレザーで、アリシャマーシャって40年ぐらい歴史があるアジアでねすごい大きい比較展示会で、その中でも一番難しいね賞を受賞したブランドなんですよ。特に2024年はイタリアとかフランス、スペインとかドイツとか世界中のブランドが集まってたので、その賞を取るのがすごい難しかったんですね。特別デザイン賞なんですけど、そんなね賞をアリシャマーシャが受賞して、今世界中のバイヤーが大注目しているブランドなんですね。で、韓国のデパート、新世界とかロッテとかシンラとかの免税店で取り扱ってて、販売1位を記録したブランドでもあります。で、今韓国ではねその高級
級ブランド品っていうよりかは気兼ねなくパッと持てながらデザインもね綺麗なバッグが流行ってて、まさにねアリシャマーシャは今のトレンドを抑えたバッグなんですよ。でこのクシュクシュした感じと長方形の感じとちょっと取っ手が長い部分とかもまさに今のトレンドっていう感じで、とにかく素材がすごくいいの。皮も柔らかくて質がすごいクオリティ抜群なんですよ。これね新作なんですけれどもコングで 20% オフで持ってきたので、割引コード NINE07 入れていただくと新作アイテム全て 20% でゲットできますので、ぜひねお見逃しなく。これもすごい可愛いんだけど、このねバッグもすごい今コングで人気のバッグです。ズダ袋タイプで上がボタンで止められて物がたくさん入るタイプで、シンプルで使いやすくてすごい可愛いんですよ。これもすごいおすすめだし、もう一つライムライクっていうブランドからね新作を3つ持ってこさせていただいたんですけど、こちらのバッグもすごいおすすめ。今韓国でこの素材がすごい流行っててトレンド先取りの素材です。ちょっとね光るようなこんな感じの素材なんですけど、映像だとねこの可愛さがうまく伝わらないのが本当にもったいない。で中が黄色になっててMacBook Air を横でも縦でも入れることができて、さらにはペットボトルホルダーもついてます。でちゃんとこういうこの紐も別途つけられるようになって斜め掛けもできるんですよ。これはちょっと荷物多めの方とかにはすごいおすすめだし、おまとお姉ちゃんはこの実物を見てるからこれめっちゃ可愛いって言って、今日本でこの素材売ってないらしいんですよ。お姉ちゃんとおまから聞いたら多分日本は何ヶ月か、もう遅い場合は1年とか経ってからやっと入ってくるんじゃないかなと思うので、もうトレンドまさに先取りしたい方はこの素材すっごいおすすめ。今デパートとか行くとその素材のダウンジャンバーとか今全部その素材使ってるので、もう一つねこのシルバーの横タイプとかもご用意しているので、詳しくは私のルックブックとか別の動画でも紹介してるので、ぜひそちらからチェックしてください。じゃあちょっとねもう時間がないから行きたいと思います。バイバーイ。